いいですか、死にたいと思うのは、強く死にたいと思うのは、今の自分を変えたいと思うから死にたいと思うんです。ペンネーム人間失格さん、73歳、今年4歳になられるぐらいですかね。お悩みが、子供の頃母子家庭で恵まれていなくて、結婚生活も相手が自己中でお酒で苦しんで何回か繰り返して今は別居している。子供とも形だけです。暮らしは今のところ何とかできるけれど、ゆとりがないのでしたいこともなく、すべてのことにも飽きたし、今はこれ以上老いないうちに消えてしまいたいと思うのですが、自殺は怖くてできない。錠剤飲んでそのまま楽になりたいです。生き地獄に耐える精神力も持ち合わせていない。この年で努力する気にもなれない。で、終わっているご相談なんですが、この方の問題。ペンネームですね。ペンネーム。人間失格っていう非常にかっこいいペンネームをお付けになってるんですが、太宰治さんとかをね、思い起こさせる。自分を形容する言葉っていうものが人間失格である。名前はすっごい大事です。ペンネームであっても。どんな名前を自分につけるのかっていうのを見ると、どんな自分っていうものをその人が作り上げているのかがわかるです。仏教の言葉に三宝院あるいは四宝院と呼ばれる言葉があります。教えがね、それはこの世の真理というものを表した説いた言葉なんですけれど、四宝院としましょう。4つの宝と、宝というのは宝と書くんですが、4つの宝の真理という意味ですね。1つ目は諸行無常、2つ目は諸法無我、3つ目が涅槃寂情、4つ目が一切皆苦という言葉です。ちょっとたくさんあるので覚える必要は全くありませんが、一番最初の諸行無常というのは、この世のあらゆる現象は生き物であれ物であれ、時間的に空間的に時々刻々と変化をして死滅に向かっている、死に向かっている。もう全てのものは死という方向に向かって一瞬ともとどまらないものすごいスピードで変化をし続けているという言葉です。それから2つ目、そのように変化をし続けている現象の一つである私というのも同じようにひとところにとどまるものではなくて、死に向かってどんどん変化をし続けているという一つの現象であるので、私なんていうものはないんだというのが諸法無我という意味です。例えばシャボン玉をふーっと吹くとバブルがポンポンポンと玉が出てきますよね。玉はあるんですけど、吹いてる先から「ああきれい」って言ってる先からポンポン弾けて消えてってしまいますよね。これと同じような現象が私たちの命であり、私と私たちが思っているものであるということが諸行無常諸法無我です。であるならば、そのあぶくのようなシャボン玉のようなポッと出てきてポッと消えてってしまう、つかみどころのない自分である、そんな自分を生きていく上で何が幸せなのか、
ものなのか、家なのか、自分の仕事なのか、家族なのか、子供なのか、何が人間にとって一番価値のあること、求めるべきこと、大切なことなんだろうか。私があぶくであるように私の家族もあぶくなんです。私があぶくであるように私の子供もシャボン玉。私があぶくであるように私の仕事も私の家も私の顔、形も私の経歴も全部シャボン玉のようなもの、あぶくのようなものだ。だとしたら何が私たちは一番大事なのか、何を求めていったらいいのか。それが3番目の涅槃寂情です。私たち自身の心の平和、平安、穏やかさ。物にすがっても人にすがってもそれらは全部シャボン玉のように消えていくものです。かつて愛を誓い合った、愛し合ったご主人ですら、それはもうあぶくのようなもの。自己中でご主人がお酒を飲んでおっしゃるんですけど、お酒を飲んでないご主人を愛した時期もあられたと思うんです。でもそれはシャボン玉みたいなもんだったということですね。子供もいたけど今は形ばかりで一緒にも住んでない。それはあぶくみたいなもんですね。そして一切皆苦。最後は生きるということはすべて苦なんだ。この諸行無常、諸法無我、そして涅槃寂情、一切皆苦という4つを仏教では四法院と呼んで、この世の真理としてとても大事な真理としてまず私たちが理解しなければいけないことというふうにお釈迦様は説いていらっしゃいます。この宇宙の法則なんです。ガーンって感じですよね。でもそうですよね、現実は。さてこの一見地獄のような人生をどう生きるか、苦に満ちた人生をどう生きるか、仏教というのはそこからスタートします。そしてその一つの結論として仏教では、私たちは地獄を生きる必要はないという答えを出しているんです。その全ては苦であるというこの現実から逃れることができるんだということを説いている。それが仏教なんです。じゃあどうやってということですね。どうやって出るか。処方箋です。私たち人間というのは、もっと言うと私というのはどういう存在なのか、この私というのはどういう存在なのかと自分が思っていることを変える、私を変えるというのが処方箋です。私を変えるってどういうことか。私のいる環境を変えるということです。私というのは、私という絶対的な私がいるわけではなくて、実は私というのは私が関係しているものの中で私というものが決まってきます。私の住んでいる家、私の着ている服、私の付き合っている友達、私の食べているもの、もっと言うと私の話していること、私の考えていること、それらすべてが実は私と私たちが言っている私の実体なんです。私という固定的な何かがあるんじゃなくて、私の関係しているものによって
私というものの存在が私と感じられているだけだということです。もうちょっと分かりやすく言いますね。環境を変えるってことはどういうことかって、もし何か自分が仕事をしてるんだったら仕事を変えるってことです。住んでいる家を変えるってこと。私は可能だったらいつも引っ越してくださいって言うんですけど、一人者でもう誰もいないんだったら今のアパートを引っ越すっていうのも一つの手です。本当に自分を変えたいんだったら。でそこまでできないっていう人がいるんだったら、自分がやっている習慣を変える、自分が着ている服を変える、自分が使っている消しゴムを変える、自分がお茶を飲んでいる茶碗を変える、自分が着ている下着を変える、自分の髪型を変える、自分の使っている机を変える、自分の使っている言葉を変える、自分の普段思っている思いを変える。そうやっていろんなものを実は変えていくんです。